皆さんこんにちは。日本は桜の季節になりました。今日は道を歩きながら桜を見ます。途中で翻訳の難しさについても考えます。珍しいカフェにも行きます。ぜひ最後まで見てください。バスの向こうは甲府駅です。そしてこちらは図書館です。こちらのガラス張りの部屋ではよく展示をやっています。目の前の建物には新聞社とテレビ局、ラジオ局が入っています。道を渡ります。渡ったところには昔お城がありました。今は一部しか残っていません。そのまままっすぐ行きます。ここを右に行きます。踏切の手前に看板があります。左が太宰治です。有名な作家です。右は村岡花子という人です。赤毛のアン翻訳家と書いてあります。今から村岡花子の通り道の方に行きます。つまり今来た道を戻ります。さっきここを曲がりました。今度は渡ります。このまままっすぐ行くと村岡花子の通り道です。目の前の佐渡屋はワイナリーです。佐渡屋は1917年の創業です。創業というのは会社を始めるということです。甲府は日本で初めてワインが作られた場所です。この坂は三年坂と言います。ここで転ぶと悪いことが起きるんだそうです。だから念には念を入れて転ばないようにしなさいという名前だそうです。念を入れるというのはすごく注意して丁寧に何かをすることです。転ばないように気をつけて歩きます。転ばないで上まで来ました。地図があります。今いるのがここで、見晴し台に行って武田通りに戻って武田神社まで行きます。武田通りはこの動画の一番最初の桜が咲いていた通りです。村岡花子の話に戻ります。村岡花子は1893年にここ甲府で生まれました。5歳の時に家族で東京に引っ越しましたが、22歳の時、甲府に戻ってきて、この学校で5年間英語を教えました。その間に自分でも作品を書くようになったそうです。その後、また東京に戻り、翻訳もし始めました。赤毛のアンが出版されたのは1952年です。赤毛のアンはカナダの作家ルーシー・モード・モンゴメリが書いた作品です。英語でのタイトルは Anne of Green Gables です。直訳すると緑の切妻屋根の家のアンです。直訳というのはもともとの単語の意味などをそのまま翻訳することです。切妻屋根というのは
本を開いたような形をした屋根のことです。ただ、切妻屋根と聞いても、大抵の日本の人は何のことかわかりません。切妻屋根という言葉に馴染みがないのです。馴染みがないというのは慣れていないということです。切妻屋根という言葉は、この本のタイトルについて話した時以外、私は人生で一度も使ったことがありません。それで村岡花子もどういうタイトルがいいかいろいろ考えたそうです。いくつか候補を出した中から村岡花子の娘さんが赤毛のアンというタイトルを断然いいと言ったそうです。それで赤毛のアンというタイトルになったそうです。赤毛のアンは日本では昔からとても人気があります。それは多分このタイトルのおかげもかなりあるような気がします。さっきからすごい坂を登っています。ここに住んでいる人は足腰が鍛えられそうです。足腰というのは文字通り足と腰のことです。つまり腰から下の部分です。坂のきつい方に行きましょう。車庫のシャッターを開けた人がいます。今から車で出発するんだと思います。この細い道、運転するのは大変なのではないでしょうか。運転がうまくなりそうです。階段を登ってもまだ階段がありました。ここが見晴らし台です。桜が綺麗です。ただ今は工事中で入れませんでした。でもこの桜も綺麗です。こんにちは。面白そうな道ですが、人の家かもしれないので、こちらの階段を行きます。入ってはいけませんと書いてあります。ベンチで休憩します。目の前の景色がとても綺麗でした。ここが図書館で、その手前が新聞社やテレビ局の入っていた建物です。下に降りる道がありました。下にある建物は神社です。つまり、ここは通ってもいい道です。結構急な坂なので気をつけないといけません。ちょっと前に見た桜の横の細い道もこの神社に続いていたんだと思います。きれいに手入れのされている神社です。狛犬です。狛犬に見られている気がしました。ではちょっとお参りをします。面白いものがありました。この木にお願い事を書くと、そのお願いが叶うようにお祈りしてくれるんだそうです。これはぜひお願いしないといけません。お申し込み料が100円で、お金も
お願い事を書いた木も賽銭箱にお入れくださいと書いてあります。賽銭箱はこの右側の神社にお参りするときにお金を入れる場所です。まずは鈴を鳴らしてお参りをします。お金を入れてお願い事を書きます。これもお賽銭箱に入れます。おみくじもあったのでやってみます。100円をお賽銭箱に入れます。振ります。57番が出ました。番号が漢字で書いてあります。57番はこれです。何が出るでしょうか。吉です。2箇所、きながという文字があります。きながというのは焦らないということです。時間がかかっても気にしないでいることです。最近私はすぐにいい結果が出ないと焦っていました。でももう少し気を楽に落ち着いてゆっくり構えようと思います。そう思えたので今日はたまたまこの神社を見つけてラッキーだったなと思いました。ここから元の道に戻ります。ゴミを捨てに行く人が通りました。ここの桜も綺麗です。桜の季節のいいところは、普通に道を歩いていると、綺麗な桜がその辺に咲いていることです。何も気づかずに通っていた道に突然桜が咲いていたりします。これ桜の木だったんだってその時に気づきます。このトラックは宅配便のトラックです。荷物のお届け先の人がちょうど外で布団を干していたようです。ヘリコプターが飛んでいます。綺麗な桜が見えてきました。この道を降りるか、それともまっすぐ行くか悩みましたが、まっすぐ行くことにしました。今、ホウホケキョという鳥の鳴き声がしました。ウグイスという鳥で、この声が聞こえると春が来たということです。観音様の後ろ姿が見えます。下の道路を車が走っているのは見えますか？今私たちがいるのはその道路のトンネルの上です。トンネルに入るときにいつも車から観音様が見えました。その観音様をこんなに近くで後ろから見ているということに私は感動しました。この観音様はこうやって下を通る人たちの安全を祈ってくれているんだと思います。ここがそのトンネルの上です。上がどうなってるのかちょっと気になっていたので、今日は来れてよかったです。ここはゴミ置き場です。さっきの宅急便のトラックです。この先にお寺があるみたいなので行ってみます。ここの桜も綺麗ですね。
この上にお堂があるみたいです。18世紀に建てられたものです。太子堂と書いてあります。この太子は聖徳太子のことだそうです。聖徳太子は7世紀の初め頃に活躍した人物です。仏教を取り入れ、天皇中心の国づくりをしました。消火器が3本置いてあります。絶対火事にしないという気持ちの表れですね。私は昔、太子堂という地名の場所に住んでいました。あの太子堂の太子は聖徳太子の太子だったということに、この日初めて気がつきました。ここでもお参りをします。帰りはこの門から帰ります。とても眺めがいいです。下から見るとこんな景色でした。とっても綺麗でした。では今から武田通りに向かいます。武田通りに着くまでにお知らせがあります。私は発音のオンラインコースをやっています。毎月発音チャレンジというのがあって、そこに参加している人の発音はどんどん良くなってきています。英語でのコースですが、発音を良くしたいと思う方はぜひ入ってみてください。桜を見ていたら、ゴミの回収の人が来ました。ゴミを入れて、すぐに出発していました。素早かったです。この道の先が武田神社です。道沿いに桜が植えてあります。ここをまっすぐ行くと武田神社があります。ここは山梨大学の入り口です。武田通りはずっと上り坂です。2時間近く歩いて疲れ切り、もう武田神社に行く前に帰ろうかなと思いました。その時見えたのがこの看板です。カフェと書いてあるので行ってみることにしました。オープンと書いてあるので入ってみましょうか。あ、こんにちは。入っても大丈夫ですか？大丈夫ですよ。車好きな人の集まるカフェでした。お店の中に車があります。予約をすれば自分の車をここに止めてお茶をすることができるんだそうです。オーストラリアの方も来られるし、アメリカとか、はい。あと一回フランスの YouTuber の人も来ましたね。すごいですね。車が大好きでフランスで日本車を乗ってる方が。外国からのお客さんもこのカフェには来るんだそうです。注文します。カフェラテと、じゃあどうしよう。ライスバーガーは合わないですかね。頼む方もいる。そうですよね。じゃあちょっとライスバーガーとはい。カフェラテいってもいいですか？はい、アイス。アイスで。はい。はい。じゃあアイスとカフェラテでお一つと、はいライスバーガーですね。はい。生姜焼きと焼肉がありますけど、どちらがいいですか？焼肉でお願いします。じゃあ合計ではい。1050円になります。はい。じゃあペイペイで、じゃあこれで、はい。はい。はい。ありがとうござい支払いまます。す。すいません。あ
ありがとうございます。はい、すみません。おー、失礼いたします。かわいいですね。ありがとうございます。はい、どうぞ。いただきます。カフェラテとライスバーガーで元気が出ました。これ1984年の車の雑誌だったりとか、わあ、そういうのもあるんで。すごい、ありがとうございます。1984年の車の雑誌だそうです。皆さんの中で生まれてない人もいますよね。写真などが昔っぽくて面白かったです。最新イタリア車と書いてありますが、もう40年も前の車なんですよね。こちらはお客さんの持ってきた写真やイラストだそうです。お客さんの愛車です。A4 サイズで持っていけば飾ってくれるそうですよ。ありがとうございました。お店の方がとっても親切でした。車好きの方はぜひ行ってみてください。すごく楽しい時間が過ごせると思います。また武田神社を目指します。さっきよりはかなり元気になりました。武田神社の近くでは桜の木の下に菜の花が置いてあります。この地域の人たちが育てているんだそうです。歩いてきた道を振り返ります。桜がきれいですね。道の終わりが武田神社です。先に帰りのバスの時間を確認します。20分時間がありました。武田神社の桜を見ながらメンバーシップに入ってくださっている方とスーパーサンクスをくださった方のお名前を言います。名前の読み方が間違っていたら教えてください。チャールトン・ローさん、リマス・オシロさん、デブさん、アルビエオさん、ウィリアム・ダウニーさん、フラグラント・オーシャンさん、ホルヘ・アセンシオンさん、コー・エイケイさん、トーマス・ラルスコフさん、メラニー・サンダーさん、エド・イーストンさん、エイミヤさん、デイビッド・スピレンさん、サンドビジョン NW さん、デイド・ドリームズさん、ヨーク・ユバックスさん、ニック・ワンダー・ジェムさん、アイリン・チェンさん、キズナスキーさん、ジュエン・チーさん、アンナ・ライアンさん、ラファエル・クルツコフスキーさん、ダイアン・ムーアハウスさん、オレンカさん、ジョージ・ヤンさん、マーレンさん、ジョナリン・アベさん、パク・セヨムさん、コウさん、ジョージ・ヨンさん、ゴー・スーシェンさん、ヨルク・ディーデリヒさん、ニック・エスポさん、ケイさん、ヤグ・アピル42さん、コーダー XYL さん、ジャン・ミセル・バデルさん、チャン・モクさん、エルド・タイズさん、パトリック・キャンフィールドさん、キャメロン・ラッセルさん、酒井ルカワさん、シュレヤス・シンさん、デルバル・アキーノさん、アータさん、ホアン・チューリンさん、フー・カイジュンさん、コーリー・ホッチさん、カリオペさん、ケイラ・ブレイジーさん、クリスチャン・ジーさん、レナ・ドロネーさん、ボブ・セレリーさん、カシャさん、チョットギョンさん、各局名さん、ケスアーツさん、フェルチさん、イ・スルアさん、セクシー・スノップさん、チェン・ブイエンさん、ムツギ・ミスギさん、バルトボミエ・ポトラバさん、リチャード・デイビスさん、シープ・デビル・ネワさん、サイバーセキュリティ・フロム・スクラッチさん、D さん、ゾモ・フォックスさん、シャキラ・バヌさん、フシェミス・バフ・ネズベツキさん、ニューチャンネルさん、レミデ・ボッツさん、コン・スンヘンさん、モール・オブ・エイジアさん、ワルター・エールデケンスさん、ジシシさん、トリビュートさん、セシルさん、デイビッド・DP さん、ラクロイさん、インシク・ベイクさん、ネスタナーさん、ルチウス・シェーンバウムさん、ファン・サンミンさん、ノーマ・ケアリーさん、ジェイソン・ワンさん、ジョン・エムさん、 SGO さん、マシュ・エドワーズさん、ロイ・ワンさん、キム・ビョンホさん、静岡ブルースさん、エラリスさん、ユキギツネさん、ラモンさん、リナ・ラフムワティさん、アーダーさん、ハロ・クレマーさん、パンダロリアンさん、ジョシュア・ファラーさん、イ・ギルジンさん、リチャード・ニコラスさん、カウデリー・ムーンさん、リン・ヤーチェンさん、キム・ジェガンさん、フォルテキストさん、アーニーさん、オッカー・ミャさん、ムーフイーさん、ダニー・ロスさん、エムリン・ロフトハウスさん、シブイ・ガールさん、ネルソン・ベントさん、テセル・ムーブスさん、ミンドゥック・グエンさん、0121ノエルさん、ロレンツォ・フォーゲル・ザングさん、ペブルスさん、ケ
AHS5068 さん、シャノンブロニコホジンスさん、ハジマンさん、ヌリ0619さん、スコットムーディさん、ジェイソン・チェンさん、チョン・ビョンスさん、チョン・ボヨンさん、ルデック・チェルティークさん、マーク・ファルケンベルグさん、ハリツさん、EHJ さん、ツァイツァイさん、ブロックスさん、ムーンズさん、ナグワ・アブデル・モッタレブさん、セドリックさん、タムナさん、マーロル12348さん、ラオ・ルイダーさん、エベレット・マクダフィーさん、ソーコールドさん、バナナキッズ TV さん、ダイアン・ランキンさん、フライフライニーナさん、ビッグシリアスさん、マルッカ・ソティラスさん、ラララさん、ジュースホリックスさん、チャンネルメンバーシップに入ってくださってありがとうございます。とっても励みになります。チャンネル運営が安定するので本当に助かります。メンバーシップに入っていない皆さん、ぜひよかったら入ってください。それからワルター・エルデケンスさん、メンバーシップの上にスーパーサンクスもありがとうございました。お気持ち本当に嬉しいです。感謝しております。バス停にバスが来ていました。このバスは後ろのドアから乗ります。スイカをタッチします。ここの席に座って後で後悔しました。走り出してからは桜がそんなによく見えなかったからです。最後に私が車から撮った動画を見ながらお別れしましょう。Thank you for watching until the end. If you want to improve your pronunciation, check out my subscription course. You can join the pronunciation challenge every month, and I give you personal feedback so you can fix your pronunciation. You can find the link in the description. See you in the next video. だねー。